おだすこんちこんばんは、テイトです。今日もデータ分析やっていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。今日はですね、スタミナ102ってどんな世界やっていきたいなと思います。いや、パック来ましたね、ついに。これ引く？いや、ちょっとね、どうなんだろう、思ったより微妙かなって気もするんですけど、まあロマンじゃんこういうのってさ。で、実際そのどれぐらい影響あるのかとかね、っていうところを見ていきたいなと思います。さあ、今回の検証方法ですね、シャトルラン検証とも言っておりますけども、今回調子絶不調で固定をして iPhone に動きを記憶させて、測定していきたいなと思います。ちょっとね、スタミナが高すぎてですね、絶不調じゃないとですね、測定ができなくなりまして、今回絶不調でやっていきたいなと思います。今回使っていく選手はネドベド、この選手を使ってですね、スタミナブースト付きですから101ですよね。この101と102の違いをですね、見ていきたいなと思います。でね、あとついでにスピードでどう変わるのかとも気になるので、ちょっとロベカルも使って検証していきたいなと思います。はい、ということでできるだけ短くまとめていきたいなと思いますので、編集は雑です。はい、まずはネドベドの101から見ていきましょう。101相当ですからね。最初ね、これ調子普通とかでやってたんですけど、もう前半のうちにスタミナ減りきらなくてですね、やめましたなので今絶不調でやっているという感じですね。ちょっと1クール2クールぐらいあって、で3クール目かな、この辺りで差が出てくるかなと思います。はい、2クール目終わって3クール目ですね。はい、ここですね。なので2クールと1ターンぐらいですかね、1ターンぐらい下ぐらいでなりましたね。これ102見ていきましょう。さあ、スタミナ102ですね。iPhone に記憶させてるのがですね、1クールがどんぐらいだろう、10何往復ぐらいあると思うんですけど、それをですね、終わったらまたやり直してっていうのをやっていきます。冷静にですね、これ45分間ぐらいほぼダッシュし続けてるので、この時点でも化け物なんですけどねはい、3クール目来ました。ここからですね、さっきは1ターンのとこで終わったけども、耐えてるここですね。はい、2ターン目の途中ですかね。だいたい2クールと 1.8 ターンぐらいですかね。2クール2ターン目いかないぐらいでしたね。はい、距離で言ったら十数メートルとかそんぐらいの世界だと思うんですけど、明らかにね、差が出るということが分かりましたね。さあ、ここでですね、スピードで減りが変わるのか見ていきましょう。ロベカル持ってきました。ロベカルスピード101です。でスタミナも101ですね。ネドベドと10ちょっとですかね、差があるんですけど、これでどう変わっていくのか。もちろん当然ですね、スピードが速い分長い距離走ってるんですよね。同じ時間ダッシュしてるんですけど、長い距離走ってはいる。それでどう変わっていくのかっていうところですね。これも 2クール目まで行きましたね。3クール目ですね。さっきは1ターンで終わりましたけども、同じ、もうほぼ同じ結果になりましたね。ということで2クールと1ターンという記録になりました。ということはですね、スタミナは距離ではなく時間ということが分かりましたね。ということで結論、イーフトンのスタミナは平等な世界とします。いやー、なんか当初と違う最終的になんかスタミナとスピードの話になっちゃいましたけども、ちょっとまとめておきます。まとめておくとこんな感じで、スタミナ1の差というのが約だいたい10メートルぐらいですかね。でダッシュできる時間が変わるという感じですね。その選手によっても距離は変わってくるかなと思いますけども、あとはスタミナの減りに関しては距離ではなく時間が変わっていくよというところも分かりましたね。なので足速い選手が損しちゃうとか、そういったことは特にないということがこれで分かりましたね。良かったね。なのでダッシュしてる時間によってスタミナの減りが変わってくるんだよということが分かっただけでも今回良かったかなと思います。で今回のね測定、一応 iPhone に動きは記憶させてるんですけど、イーフト上のね認識が変わる時があってね、同じとこ走ってなかったりするんですね。なので何度も同じ検証したらですね、若干の違いが出てくるかもしれません。なんですけど、なので参考程度にね、見ていただければなと思いますのでよろしくお願いいたします。そしてこのパックなんですけども、
まあ自分が使ってるプレイスタイルがあればまあ買ってもいいかなっていうレベルですかね。まあ必須ではないよね。やっぱりそこら辺は。ちなみに今はですねチームスタイルロングボールなのでまあこの検証で使うのが最初で最後っていうね形になりますけどもほんとロングボール不遇だからね、まあしょうがないけどね。まあもう意地なんだよね、ロングボール使うの。ロングボールマジおすすめしないんで使わない方がいいですよちなみにこれ前作はそうだったんですけど、スタミナによってですね守備時のダッシュのスピード変わらなかったんですね。今作も多分同じだと思うんですよね。なので自分が操作してる分にはですねスタミナ関係ないよというところは押さえておくといいのかなと思います。もちろんですねドリブルの操作面とかパスとかに、あとはフィジカルとかね、そういったところは明らかに変わってきますので、その辺はもちろんスタミナあった方がいいからね、その辺は注意しておいてくださいというところをですね踏まえて参考にしていただければなと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さんこの結果どう思いますでしょうか。皆さんのご意見ご感想クレーム等々あればですねコメントで教えていただければなと思いますのでよろしくお願いいたします。年内3万人を目指しておりますので、この動画良かった、参考になったなと思った方はですね高評価チャンネル登録をしていただけるとすごく励みになります。どうぞよろしくお願いいたします。ちなみにシモーネ・インザーギとフィリッポ・インザーギの兄弟になりますから、まあシモーネ・インザーギが監督でピッチ上にフィリッポ・インザーギいるみたいなね、それもなんか面白いねどうでもいいや。今日これで終わります。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。